ゴミを相続しました。今は隠すしかないんです。バーケンです。今日は倉庫のゴミを片付けます。正確に言うと車に乗せて実家にゴミを移動します。今妻が運んでいるものはブリキでできた米びつだと思います。中は空っぽで軽いです。さて私は便器を運んでいます。小便用です。長い間使っていないので菌は分解されていると思いますが、それでも便器なんて運びたくありません。汚いものは私一人で持ち上げたかったのですが、妻にも持ってもらうことになりました。このトイレは野外に置いてありました青い線を引いた場所です。軽トラックの裏側です。そもそも野外に便器を置くのは正常な人間とは言えません。私の父、揉め事を起こすのが好きで、わざと嫌がらせに便器を置いているんです。揉め事を起こすについては後で説明します。妻が何か持ってきました。父は看板を作ってもらうのが大好きでした。いろんな土地で看板を見かけます。父は土地を売ったり買ったりするのが好きなので、看板が必要なんです。よいしょっと。この倉庫は片付ける前はこんな状態でした。何か面白いものが出てくるわけでもないので高速再生します。この場所ではおよそ2時間半作業しました。今更ですが、私の着ている服は上下セットで1000円の特価で買ったランニングウェアです。暑いのでこの格好になりました。 YouTube に映るからわざと着ているわけではありません。8月のクソ暑い時期なのに作業しなければなりません。この倉庫のゴミはなるべく早く移動しなければならなく、この日がタイムリミットでした。この日は朝2時に出発し、400km 離れた新潟県まで運転して作業。ヘトヘトになってから夕方、石川県に戻ります。いつも日帰りです。そろそろ飽きてくる時間なので場面を変えます。さっきのゴミを車に乗せて移動しました。実家にシャッター付きのコンテナがあり、ここにゴミを隠すことにしました。これまでの動画で拾った畑のゴミ、解体したボートの一部も実はここに隠してあります。畑のゴミ拾い動画、ボート解体の動画も概要欄にリンクがあります。ゴミをここに隠していることは現地の人には内緒です。現地の人から実家にゴミを置くとゴミが溜まって不法投棄が増えると注意されています。倉庫のゴミを短時間で片付けるように見せかけるにはこうするしかないと夫婦で決めました。業者に回収してもらうととにかくお金がかかることをこれまで経験してきました。ゴミ焼却場に自分で持ち込むか地域ゴミに捨てるのが安く捨てる方法なんです。今は一旦ここに隠しておくしかない追い込まれた状況なんです。幸いなことにあと8ヶ月ほどでこの近所車で5分のところにゴミ焼却場が完成します。そこが完成したら平日に休みを取って軽トラックでじゃんじゃん輸送してゴミを片付けるのが今の小さな夢です。さっきのシーンに戻ります。揉め事を起こすのが好きな話なんですが、父はちょっとしたたかり屋であったり人と揉めるのが好きな人間。運よく相手が弱くこれまで勝ってきただけ、私から見ると弱い者いじめする人間でしたと、私も面と向かって父には言えず黙って父から逃げた人間です。これは結構面白い話。私が小学校5年くらいだったと思います。お酒のディスカウントストアでお酒を買ったら〇〇が当たるみたいなくじ引きがあったんですが、父はそこで景品が明らかにおかしいのでその商品全部買うと言ってお金を下ろして全部買い、景品も全部もらったという話があります。買った商品をどう消費したのか私は分かりませんが、景品の大きなテレビは当時別居していた父の家にあったような気がします。私の父はテレビフェチ、おそらくテレビが欲しかったんだと思います。話がそれましたが、このトイレが置いてある場所は本当は父の土地ではないんですが、自分の土地だと既成事実を作るためトイレをここに置いたと思われます。今映っているこの図見てください。赤い線で囲まれたところが父の土地、緑色が倉庫。倉庫の 10% くらいは父の土地の上にはないんです。
どうしてややこしいことになったかというと、倉庫の持ち主が固定資産税を払えなくなり、土地を市に没収され、土地だけを父が購入したんですが、倉庫は別の人の持ち物なんです。父は倉庫が欲しかったので、便器を置いて自分の土地だと称したと思われます。倉庫を片付けた後、青線の部分で土地を分筆します。分筆して倉庫を含む土地を相手の方に返します。残った土地は近所の方にお願いして、タダでもらってもらう。そんな予定にはなっています。あくまで予定です。倉庫の所有者が土地をもらってくれる保証はありません。秘密のゴミの隠し場所にこれから移動します。まず軽いハプニングが発生します。ご覧ください。ガラスが割れました。私と妻で荷物を積み込んだのですが、悪いのは私。鏡を立てかけておいたのは私。妻はそれを知らないから割ってしまったんです。やっぱり私何かと雑なんです。妻は車から荷物を下ろしています。私はコンテナの中で整理をしています。軽いものは奥に積みますが、重たいものは手前に置きます。通路も確保しなければなりません。コンテナの天井は日差しが入るようになっていてとても暑いです。温度計がありませんが、50度くらいだと感じています。ご近所さんが通りかかりました。この方はチェーンソーのエンジンがかからなかった時に助けてくれました。優しい人です。今日は何時に来た？頑張ってね。と言ってくれました。長岡の言葉もわかるようになってきました。でも地元の人に秘密の倉庫を見られてしまいました。妻は私のせいで割れたガラスを片付けてくれます。私が悪い時も怒らずに支えてくれます。感謝しています。父の倉庫で燃料を入れるポリ容器もたくさん見かけます。父は次から次へとポリ容器を買ったことを忘れているんです。幸いなことに中身がほとんど入っていないので助かります。中身が入っていると捨てるのにお金がかかりますから。消火器はどうしよう。倉庫に入れて爆発でもするとまずいので保留します。ゴミをいくつか倉庫にポンポン入れていきます。妻が私が割ったガラスを履いています。便器の登場。便器はなるべく妻には持たせたくないので、なるべく頑張ってみるのですが、重たくて動かせません。結局妻に手伝ってもらうことになります。私一人では何もできません。妻に感謝。この便器どうやって捨てたらよいかわからなかったので、チャット GPT で検索してみました。自分が住んでいる地域であれば壊して少しずつ地域ゴミに捨てますが、ここは 400km 離れた新潟県でも今は難しいことは考えず、ゴミを隠すことが最優先です。まだ少しゴミがあるので、もう一回ゴミを積み込みに行きます。ゴミを積んで帰ってきました。もうすぐ終わります。ここまで来たら最後までお付き合いください。
雑草がすぐに伸びてしまいます。遠くの家を相続するのは大変なことです。石が重たいです。普通の人はこんなに石を持っていないと思います。父は石も大好きです。秘密のコンテナ、中を初公開します。地元の人にバレて怒られなければいいのですが、と言いながら YouTube にはがっつり出している時点で矛盾はしています。今のところ YouTube のアクセス解析では、新潟県からのアクセスはほぼゼロで、この YouTube チャンネルはバレてはいません。いつかバレるだろうとは思いますが、バレる頃にはチャンネルが大きくなっているので、それはそれで良いことだと思います。画面上の倉庫が画面下の倉庫のようにすっかり片付きました。ゴミを移動しただけだったというオチです。まだまだ相続の片付けがあるので、チャンネル登録よかったらお願いします。